陶器というのは貫入が入ってこの生地の中にまで汚れが浸透しちゃうのね。ちょっとオーバーやけどスポンジ状になってる。で磁器っていうのはスポンジじゃない、中の気泡も隙間も何もない状態。釉薬がかかってないと水が染み込むんじゃないかっていう印象が誰しもあるらしいんやね。わかる？わかる。釉薬がかかってると水は吸わない、これは目の錯覚で、ただガラス質のコーティングがしてあるだけで、母体の生地がスポンジ状だったら釉薬かかってても水は吸う。このシミが行き渡って味、いわゆる味、肌合いに味が出たと、悪く言うと汚れたということになります。はい、皆さんこんにちは。アンドンの町田です。今日は8月17日水曜日。焼き物、陶器の汚れ落としの話。どうしても磁器、いわゆる洋食器などのああいう硬質な貫入の入っていない焼き物は汚れがその生地っていうのはその母体まで染み込まない。ガラスと一緒、磁器っていうのは。でどうしても原始的な陶器というのは貫入が入ってこの生地の中にまでこう汚れが浸透しちゃうのね。オーバーな話、スポンジ、あとは僕いつも例えに出すんやけど、キノコのホダギ、キノコ栽培の、ホダギっていうのは木材の中にその腐朽菌が繁殖するやん、でもういっぱいいっぱいになってシイタケとかキノコが表に出てくると、で胞子巻いてまたそれを子孫繁栄させる、で焼き物も、ちょっとオーバーやけどスポンジ状になってる、で磁器っていうのはスポンジじゃない、中の気泡も隙間も何もない状態、でね、よく勘違いされるのが、これは露体ね。露体？露体っていうんやけど、釉薬がかかっていない部分のことを露体。漢字で書くと？漢字で書くと僕はちょっと今パッと露出じゃないな、何っていうの、そんな露でも字幕つけるでいいんやけど、釉薬がかかってないと水が染み込むんじゃないかっていう印象が誰しもあるらしいんやね。わかる？わかる。釉薬がかかってると水は吸わない、これは目の錯覚で、ただガラス質のコーティングがしてあるだけで、母体の生地がスポンジ状だったら釉薬かかってても水は吸う。そうやね。で露体の焼き物、備前焼とか信楽、伊賀、焼き締めの焼き物、生地がちゃんと焼けてれば石器質に、石器っていうのは陶器と磁器の間を石器質っていうんやけど、鉄分のある土で、焼き締まってれば備前焼なんかそうやね、信楽や伊賀は違う、
うん、常滑の急須作りの酒でなんかも石器、そうだでね。石器は露体の焼き物であっても吸水性はない、磁器ほぼ磁器に近い隙間のない構造になってる。陶器っていうのは厳密に見ると隙間だらけ、おう、で汚れちゃうん、う、ずっと使ってれば汚れるし、一回使えば例えば納豆、味噌、醤油、まあ僕の好きな発酵されたものだったら、僕ねよくやってたのが粉引の湯飲みでね、わざと納豆とかね味噌とかね入れてね放置します。でパキパキになるまで汚い話やけど洗わずに置いておく、水月釜におった頃ね、そうするとね見事に雨漏り状態になる。粉引の朝鮮の李朝の焼き物で雨漏りでってあるんですけど、いかにもこう天井から雨漏りしたようなまだらな模様が器に出てくる。これはないかもしれんけどどっかあるかな、ちょっと見てくるわ。ちょっとそのまんまで。はい。例えばこれ水月釜に似た梅花紋組み出しをパクったっていうか僕が作った焼き物、粉引の組み出しじゃないけど、これは特別注文で大きめに作って背も高く、でねちょっと使うとこうシミが出るよね。このシミが行き渡って味、いわゆる味、肌合いに味が出たと、悪く言うと汚れたということになります。これを発酵食品であえて作るとか、あとはやっぱり貫入に土地渋とか顔料ベンガラとか染み込ませることもあります。それは瀬戸の赤酢の窯元とか瀬戸ではよくやるね。へー。作って窯出ししてこう研磨作業して、もう商品として製品として出せる段階になって、あこれは貫入ピッキピキに貫入入っているからすぐ汚れるなという、そういう焼き物はあらかじめ土地渋につけて貫入に色をつけちゃう。でも僕は個人的にはそういうのは好きじゃない、自然のままがいい、であとは陶芸作家なので外にね放りっぱなしで、土ほこりで貫入が入る、でそれは自然な味わいになるから、外だから均一な土地渋の均一な貫入の色の入り方じゃなくて複雑に色が入ります。これがまさに外にほかってあった焼き物です。ほかってあったっていうのは放置してあった。なぜそれが分かるかっていうと、雨風で、水分が中に入ると、染み込む、で凍る、冬の間ね、凍る膨張する、次の日外に水分が抜ける、また、水分夜露で含む凍る、放出をこれ何百年何十年繰り返すとこうなります。おー、すごいね。この剥離します生地の。普通釉薬が剥離するっていうのが風化、釉薬のかせっていうんですけど、かせ以上にこれはどっか軒下じゃないぐらいの本当に外に置いてあったやつやね。これが分かります。ここら辺は完全に風化してます。
あ瀬戸の石皿でもね、こうやって高台が小さいのがちょっと古いってかな、石皿と言えるかどうかわかんないですけど、でまあそういう貫入の話をもとに、これからいくつか話をいくつかシリーズで今からちょっと準備したので、ざっとこれ、準備したのでお楽しみにしてくださいという、前置きっていうの、こういうことやりますっていう動画でした。はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。